星じゃ、不気味度を魅力じゃ。今回はファミコンのロールプレイングゲーム銀河の3人の続きをプレイしていくのじゃよ。ポリメガのバージョンアップの影響でステートセーブのデータが使えなくなってしばらくプレイができず久々になってしまったのじゃよ。さて前回のあらすじじゃ。西暦2300年、宇宙に進出した人類は第二の母星を求めて放浪してきた宇宙人ガルムから侵略を受け滅亡の危機に瀕していた。4つのハートを集め反物質ミサイルを手に入れた主人公たちはついにガルム空母を破壊しガルムを撃退することに成功した。しかし平和を手にしたと思ったのもつかの間、再び外宇宙からスターゲートを通って攻撃してきたガルムを倒すためライーザ隊は出撃するのだった。海岸で主人公がリミといい雰囲気になったところに空気を読まないブルーがリミにプロポーズするという気まずい状況を打ち砕いたのはガルムの最終劇の知らせだった。なんとガルムは外宇宙の本拠地からスターゲートを使って再び攻撃を仕掛けてきたのじゃ。ガルムを倒すためにはスターゲートよりガルムの本拠地に行って直接倒すしかない。それができるのは地球戦士ライーザだけということで再び出撃じゃ。というわけで慣れ親しんだ太陽系を離れガルムの本拠地である外宇宙への入り口スターゲートを目指すのじゃ。このスターゲートに入るともう二度と太陽系に戻ってくることはできなくなる。戻ってくるときはガルムを倒しエンディングを迎えるときだけじゃ。ここからが本番というところじゃな。まさかの恋愛ドラマが始まってびっくりしたのじゃよ。太陽系ではもうできることもないのでスターゲートに向かうのじゃ。普通に敵も出てくるようになっているのじゃ。レベルキャップも外れたのでまたレベルが上がるようになっているのがありがたいな。新しい ESP のパックは敵の特殊攻撃を封じることができるのじゃ。ここからはガルムの本体ということなのか初めて見る敵も登場する。このマドンナタイプは珍しい人間型で特殊攻撃もしてくるので厄介じゃ。メジャーに昇進じゃよ。メジャーというのは少々じゃな。とうとう召喚になってしまったのじゃ。まあ単独で外宇宙に向かうライーザ隊2階級なんて関係ないのじゃが。いよいよスターゲートに突入じゃ。さらば太陽系。
たどり着いた先はガルム空間じゃ。近くの小惑星からいきなり攻撃を仕掛けられたが、どうやらガルムではないようじゃ。このなんかかわいいデザインはティオス星人というらしい。ガルムを退けたら言い難いは有名らしい。どこからどういうルートで噂が広まるのか気になるのじゃ。ティオス星人は地球と同じくガルムの侵略を受けて抵抗しているらしく、すっかり意気投合したのじゃ。こういう時はブルーの気さくなキャラのおかげで助かるのじゃよ。ここではエネルギーや S ミサイルが買える。知らぬ間に随分とウランが溜まっていたのじゃ。さて、ガルム空間での次の目的地を確認じゃ。ガルムゲートを守るようにガルム戦艦1が配置されている。この戦艦1は絶対に倒さないと話が進まないやつじゃな。ガルムゲートとやらに入るとまた別の空間に行くことになりそうじゃ。見た感じは太陽系よりかなりシンプルじゃ。あとは合成アルファとデータベース、そして L という惑星じゃな。とりあえずはレベル上げと情報収集を兼ねて、まずはデータベース、その後は惑星ウルの探索をしてみるのじゃ。それではレッツラゴーじゃ。いつものことじゃが、スーパープレイでも攻略プレイでもないので、まあゆるりとお付き合いいただければ上々じゃ。ネタバレもありなので、未プレイの人はそのつもりでな。あと、基本的に通常戦闘はカットしていくので、あしからずなのじゃ。とりあえずデータベースとやらに到着したのじゃ。ここはピオスの人工知能らしい。ディスクを持ってくれば何か情報が得られそうじゃな。
次は惑星ウルに向かうのじゃ。このドンケイも新しいタイプの敵じゃな。でかい顔と思いきや体力が減ると変形して防御形態になる。この状態になると攻撃力が下がる代わりに防御力が上がるのじゃ。強くはないが地味にダメージを受けることになるのが面倒なのじゃよ。惑星ウルに到着したのじゃ。アンドロイドの代わりにここからはピオス星人から情報が得られるようになる。やはりガルムゲートは暗黒空間という別の空間につながっているらしい。そして久々の新しい武器メガイオンがこのウルでは手に入るようじゃ。これはぜひ手に入れねばじゃな。まあそれはそうだと思ったのじゃ。とりあえず入ってみるのじゃよ。パディン、姫マドンナ、ボーラ王、そしてガメリンダ。ガルム四天王というやつじゃな。こいつらの名前はぜひ覚えておきたい。他に行ける場所はなさそうだし、ガルム戦艦を破壊しガルムゲートを抜けて暗黒空間に行くのが当面の目標じゃな。ここでメガイオンを変えるのじゃ。金額的にも余裕じゃな。ブルーの分も買うのじゃよ。ブースターもあったのじゃ。これで雑魚キャラとの戦闘がかなり楽になるのじゃよ。こっち側はバリア地帯じゃな。データベースで使用するディスクは四天王の一人であるパディンが持っているらしい。とはいえオメガなんて場所はガルム空間にはないので、これもやはり暗黒空間が怪しいな。
おお、さすがメガイオンは強いな。レベルも上がったのじゃ。そして以前にもあった匿名の女の子からのメッセージがまた来たのじゃ。海辺で語り合える。前回リミと海辺でいい雰囲気になったことを思い出したのじゃ。これもしかしてリミなんじゃないだろうか。ブルーは気づいていないようじゃが。しかしブルーからプロポーズされて返事をしないまま主人公にこんなメッセージを送ってくるというのはなかなか大胆じゃな。一途といえば一途じゃが、ちょっとサイコパスな気配を感じるのじゃよ。さて次の目標はガルム戦艦1の破壊とその先にあるガルムゲートじゃ。一旦キャステロに戻って補給をした後に向かうのじゃよ。というかもうガルム空間には行くところがそれくらいしかないのじゃ。そしてキャステロまでの帰り道は省略させていただくのじゃ。それではガルム戦艦1を目指すのじゃよ。キャステロからあまり遠くないので助かるな。いよいよガルム戦艦1との対決じゃ。グラフィックとしてはガルムベースを上下逆にしたデザインじゃな。まあいろいろと容量が限られている時代なので仕方ないのじゃ。戦い方はガルムベースと同じで、まずはひたすら接近しないと攻撃ができない。ちょっと体力がやばいので意味の ESP で回復じゃ。あとはミサイル前段発射じゃ。個人的にはこのダメージを食らいながら急速接近した後にミサイル前段発射で攻撃というシチュエーションが本当に燃えるのじゃよ。今だと CG とかで表現できるのじゃが、当時は無限の想像力で補うのが醍醐味だったのじゃ。
えるだけで撃破できたのじゃ。しかしガルム戦艦を倒したと思った直後にブラックホールが発生したのじゃ。攻撃も効かず、逃げようにもブラックホールの重力にとらわれて脱出ができない。エネルギーも吸い取られてどうしようもないのじゃ。コンピュータードールのミオの冷静なコメントで絶望感が増すのじゃよ。いろいろなコマンドを試すのじゃが、ここでの正解はリミの ESP での攻撃じゃ。何でもいいので ESP で攻撃をするとリミが打開策を提案してくる。なんと ESP でライーザをブラックホールから脱出させるというのじゃ。ブラックホールの重力に逆らえるほどの ESP とは凄まじいパワーじゃ。リミもかなり苦しそうじゃ。ここはもう見守るしかないのじゃ。限界を超えて ESP を使い続けるリミが助けを求めて叫んだのは主人公の名前。むちゃくちゃ気まずいのじゃ。ブラックホールから脱出できて助かったのに、助かった気がしない。これが修羅場というやつじゃな。ついにブルーも気づいてしまったのじゃ。ブルーがいいやつすぎるんじゃよ。ブルーの男気あふれる態度がかっこよすぎる。
今でこそ珍しくもないが、当時あくまで子供向けであったゲームにこういう恋愛ドラマのシナリオを入れてくるのは非常に珍しく、それが任天堂からの発売というのもすごいと思うのじゃ。さて、三角関係もなんとか落ち着いたところで次の目的地じゃ。一旦キャステロに帰って補給するというのもあるが、今後のためにもちょっとガルムゲートとやらを見てみたいところじゃな。スターゲートみたいに戻れないのも困るが、そういうメッセージはないので大丈夫だと思うのじゃ。お、地球からのメッセージじゃ。ルーテンカーとはあまり汚い言い方じゃが、少々の上だから多分中将になったのじゃ。意味もかなりダメージが残っているようじゃな。あんなことがあったのに意味を気遣い、助けてくれたお礼まで伝えるブルーが紳士すぎる。そして対照的に主人公にしか気遣いの言葉を言わないリミがちょっと怖くなってきたのじゃ。なんかブルーがかわいそうになってきたのじゃよ。恋愛感情とは恐ろしいものじゃな。まあ、わしにはよくわからんだ。さて、ガルムゲートに到着じゃ。暗黒空間とやらに行ってみるのじゃよ。なんとあるのは惑星オメガだけ。俺はオメガに行ってガディンと戦うしかないが、今回はここまでじゃな。では、次回もよろしくな。